アクタスでバイヤーしている曽我と申します。よろしくお願いします。いろいろとお客様から飾り方困ってることとかっていうのをいろいろちょっと情報を集めまして、ハンギングってどういう風に飾ったらいいのみたいなところがすごく声が多かったので、今日はそういったコンテンツでちょっといろいろとご説明させていただけたらなと思っております。ハンギングってすごい漠然とおしゃれに見えるよねっていうのはあるんですけど、実際にそれがどうやったらおしゃれにより見えるのかっていうところをちょっと掘り下げてお話できたらなと思っているのと、ハンギングの魅力はやっぱり結構植物を長く育てるとちっちゃいものでも大きくなってしまって、ちょっとどこに飾ったらいいんだろうみたいな、前はテーブルの上でちょうどよかったけど育ったことによってちょっとスペース取っちゃって合わないなっていう時とかに結構ハンギングに置き換えてあげると結構スタイリングの幅が広がってくるので、そういった意味も今日ちょっといろいろご説明させていただけたらと思っております。よろしくお願いします。今日何シーンかご説明させていただきたいと思うんですけど、最初ちょっともうシンプルに白っていうところに重きを置いて今回スタイリングしております。鉢合わせの時にちょっともしかしてお話しさせてもらってはいるんですけれども、基本的には容器と植物のトーンは揃えた方がまとまりが出ておしゃれに見えます。で、家具のシーンも同じです。なので今回あえて色はもうあんま拾わず、もう白のソファーのシーンに対して白のベースを使ってます。今回なんですけども、あえて3つコーディネートに入れております。ここ結構重要で、ボリュームあるものは1つでコーディネート様になるんですけども、どうしてもこのぐらいのサイズ感の規模になってくると、1つだけ釣ってしまうとちょっとポツンと浮いて見えてしまう、こじんまりと収まってしまうんですけれども、あえてこのサイズを複数鉢コーディネートすることによってスタイリングのバランスがすごく取りやすくなります。で、今回で言うと全部ちょっと垂れてるタイプをスタイリングで入れております。ポイントであるのが、まず白のベースなのでちょっと葉っぱの色もちょっと黄色くなってたりとか、この葉っぱもちょっと茎の部分が明るくなってたりとかで、こっちはもうシンプルな緑タイプっていうところなんですけども、こういった感じで鉢の容器とテイストを揃えることによって結構まとまり感が綺麗に出るっていうところがポイントになってくるかなと思っております。基本的にはもう鉢が明るければ植物も明るくする。もちろん反対色でメリハリつけるっていうのもかっこいいんですけれども、結構インテリアに落とし込む時にそのメリハリが結構要素としてくどくなってしまうっていうことがあるので、なので基本的にはもうテイストは揃えてトーンも揃えてあげる方がコーディネートとしてはすごくしやすいと思います。さらに今回コーディネートする上で背の高さを変えているんですね。で、なんでこのバランスに今したかっていうと、壁にある、アートポスターっていうのがあるので、ここの高さとのバランスもチェックしたくて、なのでこういったリズムがちゃんとその高さもコーディネート入れながら、でこのアートのフレームがナチュラルなので白系のベースとはすごく相性がいいっていうところで、全体を引きで見た時とかもコーディネートの一部として考えて、アートがナチュラルだからベースも白にした方がいいよね、ソファーが白だから揃えてあげた方がいいよねっていうところで、コーディネートとして入れております。ただやっぱり引きで見るとこの茎の色って色が結構目いきません？コーディネートした時に、緑も綺麗なんですけど、こういう明るめの茎が目に行くかなと思うんですけれども、なのであえてちょっとした小技なんですけども、そこの黄色をこういったクッションカバーとか周辺のファブリックと色を揃えてあげるとコーディネートが収まりがすごく綺麗になるので、ここすごく重要かなと僕は思ってます。ついつい植物は植物だけで考えて、でアートはアートだけで考えてっていうところになっちゃうんですけども、部屋として全部が一緒の空間にあるので、全てを共通項を見つけてあげてコーディネートとして取り入れるっていうのはすごく重要になってくるかなと思います。なので結構ソファーとかはもうお持ちのカラーがあるかと思うので、結構色を変えるっていうのは現実的に難しいかなと思うんですけども、それをあえてこういったアートを足してあげるとか、ファブリックをちょっと色揃えてあげるみたいなので、スタイリングするのもすごくいいかなと思っております。ソファーがもし暗めの色だったりすると、ハンギングで飾る植物の色味だったりとか鉢の色も変わっていくってことなんですか？そうですね。そういう風にするとかっこよくなるかなと思います。実際にそのシーンも作ってますので、ご紹介させていただけたらと思います。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。次はちょっと暗めのトーンに
ベースを揃えているコーディネートになります。ちょっと先ほどお話しさせてもらった時にソファーの色はさっきの白だった白だからベースは白にしたんですけども、全てのご自宅が全て揃えられるわけではないかなっていうところで、さっきお話ししたファブリックとかそういったものを共通項としてスタイリングに取り入れてあげると、違うカラーのソファーでもコーディネートがまとまりがいいよっていうところの話させてもらったんですけど、それを実際に今回スタイリングに盛り込んでおります。どういうことかっていうと、まずベースが黒です。なので、こういったところのファブリック黒の要素をまず差し色として、ブラウンのソファーなんですけども、こういった黒を入れることによって共通項が生まれる。プラスちょっとこっちにも目向けていただけると、こういった大きいミラーも縁が黒のものっていうところで、全体を色を締めるっていう役割で、あえてベースも同じようなトーンで揃えております。なので黒を軸にコーディネートとして入れてます。で、先ほどとも基本的にはもう一緒です。もう高さは極力変えてあげる。そうすることによってリズムが生まれるので、しっかりとコーディネートとして取り入れてあげるっていうのはすごく大事になってくるかなと思っております。さっきは全部垂れてるものをスタイリングに入れたんですけども、今回垂れてるものに加えてちょっと上に広がってるタイプも取り入れております。これがちっちゃいサイズで育ったけど大きくなってしまって置き場所ちょっと困るなって言った時に、こういったベースを使うことによって置き型のタイプもこういった吊るす時にコーディネートが収まりがいいかなと思います。で、先ほどのハンギングのベースはちょっとまん丸いタイプの縁のタイプなんですけど、今回は縦長にしてます。っていうのも置き型でシルエットが上に伸びるので、そういった意味でベースもちょっと縦にしてあげるとそのバランスがすごい取りやすいかなと思ったので、あえて縦長のベースに今回スタイリングとして入れております。で、さらにハンギングの魅力って、おしゃれに見えるっていうのもそうなんですけども、物理的に天井の照明がやっぱり吊るすことによってやっぱ距離が近くなるんですよね。そうすると影がより鮮明にくっきりはっきり見えるようになります。なので今回選んだ植物っていうのも影が可愛いかなっていうものをスタイリングに入れております。なのでこういったリプサリスみたいなところ、線の細い植物があったりとか、こういった感じで葉っぱにちょっとワイドに広がっているものだけども、影で見たらちょっとこういった綺麗に模様が出るもので、窓カズラっていうような品種ですけども、これは穴が開いているので影が出た時にこういった穴のシルエット、影がすごく綺麗になるっていうところなので、吊るす時にもう見たまんまの飾り方もすごい可愛いんですけれども、あえてちょっと影に着目してちょっと線の細い植物入れてみようかなとか、ちょっと穴が開いてる植物とか入れてみようかな。例えばモンステラとか葉っぱが割れてるような植物をあえて吊るしに置いてあげようかなっていうのも結構見るポイントとしては楽しめるし重要になってくるかなと思います。なのでお昼の姿と夜の姿とまた違って楽しめるっていうのも、本当に飾り方次第では楽しむことが本当に広がってくるので、なので植物を見るポイントとしては、影ってどういうふうに見えるだろうっていうところも着目してあげると選ぶ楽しさもあるし、今置き型にしてるけどこれ釣ったらもっと影綺麗に出るかもっていうような目線で選んでもらえると、スタイリングの幅が広がって長く植物を楽しむっていう生活もできるかなと思います。よく流通しているものでいうとプラスチックのフックが最初からついていて、それしか吊るしちゃダメなんだっていうふうについつい考えちゃうし、これはもう吊るすものなんだっていうふうに考えちゃいがちなんですけども、今商品としても僕ら扱ってるんですけども、吊るせるツールみたいなものが多数もう世の中にも出回っているので、これであれば別にフックがついてなくても楽しむことができるし、あと置き型のタイプを吊るす魅力っていうのはコーディネートのバランスを取るっていうのもすごく役立つんですね。こういうふうに垂れるものの間に上に伸びるものが出てくると、そうすると育ってきた時にどうなるかって言ったら、これはどんどん下にボリューム感が増えます。だけどこっちは上にボリューム感が増えるっていうところで、どんどん育ってきた過程の中でもっと高低差が立体的に生まれるので、育ってきた時によりダイナミックなスタイリングっていうのもあえてハンギングすることによって楽しむことができるかなとは思います。あと今回選んでいる植物、シノブっていう植物ですけども、葉っぱも可愛いんですけど、この根茎というこの根っこの部分も結構可愛いんですよね。だけど吊るすことによって目線と近くなるので、こういった特徴的なものをあえて際立たせるために吊るすっていうのも楽しむポイントにはなってくるかなと思います。さらにちょっと今、飾りの話をずっとさせてもらったんですけど、
なんだかんだやっぱり手入れをしなきゃいけないっていうところがやっぱりポイントとして出てくるかなと思ってて、ハンギングって普通の置いてるタイプよりもやっぱりちょっと乾くのが早い傾向が多いんですね。やっぱり上に吊ってる分空気の周りもあるのでちょっとだけ乾くの早いんですよ。そうすると手入れする時に水やりが結構重要になってくるかなと思うんですね。なので基本的にはこまめにチェックしてねっていうのが理想なんですけど、こういったベースで飾った時にデメリットは何かっていう時に、お水揚げする時に溜まったお水は捨てなきゃいけないと。そうするとお水揚げしました。でお水切る時にいちいちこう取り出す。その時にこのなんていうんだ、このチェーンとか、例えば紐とかに葉っぱが引っかかって、うわ取りづらみたいなのがすごく手間なんですよね。そこがちょっとデメリットの要素ではあったりするんですけれども、ただ僕たち今ハイドロカルチャーっていうものをお勧めしてるっていうのが、ハイドロカルチャー、はい、それは何かっていうと水を溜めて育てるようにできてるんですね。でさらに僕たちの場合はお水揚げのタイミングも明確になるように水位計っていうのをつけてます。で実際にこのハイドロカルチャーであればそもそも水を溜めて状態で育てるものなので、いちいちこのハンギングのベースから出したり入れたり出したり入れたりっていうのいらずに吸ったまんまお水揚げができる。でさらにどのぐらいの量っていうのもメモリで確認できるので、そういったちょっと出し入れの手間っていうのも省けるし、高いところに置いてると土が乾いてるのか乾いてないのかなとか、今はあえてちょっと低めの位置にディスプレイしてますけど、もうちょっと高い位置にディスプレイしたいっていう方とかだったら、いちいち脚立に登って土が乾いてるかどうかなっていうのをチェックが必要になってくると思うんですけど、この場合であればもう水位計が見えるので乾いてるかどうかも一目瞭然なんですよね。実際に今メモリが完全に下に来ているので、もうこの状態になったらお水揚げしてっていうようなところで、いちいち土を触らずともチェックができるっていうのがすごい魅力ではあるので、ハイドロカルチャーをあえてハンギングで楽しむっていうのも、育ての観点でもすごい魅力かなとは思ってます。最初やっぱりハンギングってやっぱ育てっていうところのデメリット性は絶対に存在するので、それを仕立てとか仕様で解決できたらいいよねっていうところで、あえて今回一部ハイドロカルチャーを取り入れております。今ちょっとあえてこういった複数でダイナミックにコーディネートできるよねっていうところでご説明させてもらってるんですけれども、そうじゃなくても一つだけでもすごくかっこよくコーディネートできるっていう植物も実際あったりするので、次はそちらをご紹介したいなと思います。次ご紹介したいのが、コウモリランまたはビカクシダっていう風な感じでよく流通したりする品種なんですけれども、その中にも細かく品種分かれているんですが、皆さんよく目にするものは、コウモリランビカクシダっていろんな仕立てのものがあって、こういうちっちゃいサイズとかもあります。でこういったちっちゃいサイズとかは例えばカーテンレールとか重さがないので、そういったところでも楽しむこともできるし、例えば台所の近くに釣り元があるんだったら、そういった台所のシーンをポツッとコーディネートするのも可愛いかなと思います。で苔玉じゃなくてもこういった鉢のタイプでも流通しているものがあります。こういったものはそのままフックがついているので吊るすのもいいですし、あえてこのフック外してさっきのようなベースにセットしてスタイリングするっていうのも魅力かなと思います。で、今回スタイリングで取り入れたのがもう一つでもう印象的なものっていうところになるので、こういったもう貯水葉がガチガチに回ってて、貯水葉って枯れた葉っぱが水蓄える役割があるんですけども、一つだけでちょっとフォルムが特徴的、アート的なかっこよさもあり、茶色く枯れてるような印象のものとこう青々したもののコントラストっていうのもすごくかっこいいかなと思うので、一つだけでもこれだったらこのボリューム感であれば存在感があるので、なのでミラーとかとちょっと奥行き感出しながらコーディネートして枯れてる貯水葉部分がこのミラーのテイストと色が揃ってかっこいいよねっていうところもありますし、ダイナミックに育つっていうのが特徴的なので、コーディネートとしてもすごく奥行きが広がるかなと思います。もちろんソファーの上にボンって置くのもいいですし、せっかくこういったちょっと特徴的で愛着の湧く、よりめでてあげたいって思えるようなフォルムの植物の子をあえてお気に入りのチェアの近くに、もう本当にちっちゃいシーンでもぐっとまとまったコーディネートができるので、実際に腰掛けてなんか見上げてあげて、なんか可愛いなみたいな感じで見てもいいですし、こういった感じで自分のお気に入りのものにお気に入りの植物を一つ大事に育ててあげる。なんか植物って
いっぱいあると楽しかったりするんですけれども、ただ育てをしなきゃいけないとかっていうハードルがぐっと上がってくるんですけども、あえてもう何個も置かずに、もうこだわりの植物を一つひたすらめでてあげるっていうのも、植物を育てる上でもいいかなとは思えるポイントなので、気に入ってるミラー、気に入ってるチェアと気に入ってる植物を一緒にコーディネートとして取り入れてあげて、もっと一番自分のくつろげる空間を作るっていうのも植物があることによってはできるかなっていうふうに考えてはいます。ちなみになんですけど、はい、このビカクシダ、この植物はどうやって水をあげるんですか？これなんですけども、実はプランターがそうなんですね。あって、ただ、もう貯水葉がそれを巻き込んでしまって、一つの塊のようになっているんですね。なので、ただ手入れの仕方としてはシャワーでジャーッと上げてあげて、で大事なのは貯水葉ってこれ水を蓄える役割があるので、ここにもしっかりと当たるように上げてあげるっていうのが一つポイントで、ちょっとしばらく1分ぐらい当て続けてくれたらある程度お水吸ってくれるので、ただそこまでできないよっていう時とかは大きいバケツ用意してあげて、チャポッとつけてあげて、これも数分間つけてあげて、でお水をしっかり吸うので、そしたらまた戻してあげるっていうのもいいかなと思います。で、僕も昔このコウモリナ育てたんですけども、結構お水あげした時にやっぱり受け皿とかがないので垂れてくるんですよね。なので僕がおすすめする手入れ方法としたら、もうお風呂夜入った後にだいたいバーがあると思うので、そのままバーにかけてシャワーでジャーってあげてあげて、でもう一晩置いとく。そうすると朝にはもう水切れてるので、そしたら戻してあげるっていうのがすごいいいかなと思います。で、特にこのコウモリラン自体は高温多湿環境が好きなので、結構お風呂場の環境がそれにマッチしてるっていうのもあるので、植物にとってもすごくその環境が適してたりするので、そういった意味でも僕は個人的にこういったタイプはお風呂場で手入れしてあげて戻してあげるっていうのがいいかなっていうふうに思っております。やっぱ植物なんでいろいろとこうものによって育て方だったりとかっていう部分がちょっとこう毛色が違うと思うんですけど、その辺はもう購入する際に相談させてもらったりとかすればお答えいただけるんですかね。そうですね。この植物はどういうふうに育ったらいいのとか、どういうふうに管理したらいいのっていうのは実際に販売店さんとかお求めいただいて、専門店さんも、あとはアクタスでもそうですけど、しっかりと説明はしてくれるかなと思うので、そういったところでいろいろ質問してみてもいいかなとは思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回ちょっと本当にこういったスタイリングに困ってるっていう声が結構多かったので、あえてハンギングっていうところに掘り下げてお話しさせてもらったので、引き続きもしこういったの困ってるとか、こういった内容が教えてほしいなみたいなのがあれば、ぜひコメントとかでね残してもらえると、それ参考にぜひさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。以上、スタイリング、ハンギングっていうところをフォーカスしてお話しさせていただきました。ありがとうございました。